こんにちは、こんばんは。バチカ大大大好きチャンネルのナビゲーター、小川原アンナです。よろしく、お願いします。私の両親はバチカの音楽が大好きで、私が生まれる前から家の中ではいつもバチカの音楽が流れてました。私も赤ちゃんの頃から知らないうちにいつの間にかバチカの音楽が大好きになってました。ちなみに私の名前のアンナは、バチカの2人目の奥様のアンナ・マグダレーナにちなんで名付けられたんですよ。今回お送りする動画は、バチカの曲の録音で長年にわたり、多くの人から名盤と呼ばれているものを、初心者の方にもわかりやすくご紹介する。題して、JK でもわかるバチカ名盤入門の第2回目です。今回ご紹介する名盤は、こちらです。カール・リヒター式、ミュンヘンバチカ管弦楽団、合唱団他の演奏による、マタイ受難曲、BWV、バチカ作品番号244の CD です。こちらの CD は1958年6月から8月にかけての録音です。ここで簡単にカール・リヒターについてご説明します。リヒターは1926年、ドイツ、プラウエン生まれのオルガン、チェンバロ奏者、指揮者で、バチカ作品の演奏をメインに活躍していました。声楽曲から器楽曲まで数多くのバチカ作品の録音を残しましたが、1981年2月にわずか54歳で亡くなりました。バチカ演奏に人生を捧げた人、と言っても過言ではないでしょう。それでは、JK でもわかる、この名盤の鑑賞ポイントを3つ申し上げます。1、劇的な表現を味わおう。2、張り詰めた緊張感に痺れよう。3、レトロな演奏スタイルを堪能しよう。ということです。はい、それでは、第1の鑑賞ポイント、劇的な表現を味わおう。ということですが、このリヒターの1958年版マタイ受難曲は、それ以前のロマン主義的な重厚で壮長な演奏に対して、人間の感情を表に出した、より劇的な表現を重視した画期的な演奏でしたので、発売以来多くのバチカファンを魅了し、感動させてきました。今なお多くのクラシック音楽名盤本で、このリヒター1958年版が、マタイ受難曲での第1のおすすめ、人気投票1位となっているように、多くのバチカファンから絶大な支持を受けています。今時の JK にはちょっときついかもしれませんが、この息苦しさを感じるほどの濃厚な劇的表現を、バチカに興味があるならば、一生のうち一度はぜひ味わってみてください。はい、それでは、第2の鑑賞ポイント、張り詰めた緊張感に痺れよう、ということですが、このリヒター1958年版マタイ受難曲で合唱を担当している、ミュンヘンバチカ合唱団は、実はアマチュアの合唱団です。プロにはない独特の、ひたむきで一生懸命な歌い方が、演奏に張り詰めた緊張感を与えています。そしてソロを担当する歌手やソロ楽器の演奏家、オーケストラも、合唱団につられたのか、独特の緊張感にあふれた演奏をしています。この CD の全曲収録時間は、約3時間20分で、初心者の方が全曲通して聴くのはかなりハードな作業となりますが、初めのうちは少しずつ、休憩を取りながら、無理のないように聴いてみてください。はい、それでは、第3の鑑賞ポイント、レトロな演奏スタイルを堪能しよう、ということですが、録音の1958年当時には、革新的だったこのリヒターの演奏も、約60年後の現在となっては、もはやレトロなものになってしまいました。最近の演奏、特に古楽器、ピリオド楽器による、もっと少人数で、もっとテンポが速い、軽快な演奏と比べると、かなり重々しく古めかしい印象があります。今時の JK にとっては、まるでおじいちゃんが愛読していた、巨人の星や明日のジョーを読まされるような感じですが、逆にレトロな演奏を楽しむといった姿勢で聴いてみるのもいいかもしれませんね。
それでは私、小川原アンナが採点する、霊系へのおすすめ度は、5点満点中の1点です。このリヒター1958年版マタイ受難曲は、確かに数多くのバッハファンのおじさま方から圧倒的な支持を受けていて、初心者におすすめするおじさま方はとても多いのですが、やっぱり初心者にとってはかなりハードルが高いです。まず最初はもっと聞きやすい、なるべく新しい録音のマタイの CD を聴いてから、リヒター版に取り掛かった方が、バッハアレルギーを起こす人は少なくなると私は思いますよ。次回はカザルス版無伴奏チェロ組曲をご紹介しますので、お楽しみに。いかがでしたか？楽しんでいただけましたでしょうか？この動画をご覧になりまして、何かご意見、ご感想、ご質問、疑問、イチャモンなどがございましたら、遠慮なくコメント欄にお書き込みをお願いします。それでは、本日はこの辺で失礼させていただきます。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。